皆さんこんにちは。こんにちは。当チャンネルを管理しておりますガエデズンと申します。さて今日の相棒はボンズンです。ボンドゥンです。最近何しましたか？散髪をしました。お、ちょっと見せてみて。うお、すごい。これカリッカリパワーが溜まってますね。カリッカリです。どぼちぼち。う？ぼちぼちですか。はい、こういうメンバーで、お話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回も引き続きソニーの NX100 について深掘りを進めていきたいと思います。前回3連リングと露出のところだけでいっぱいになってしまいました。後編は基本スペックのところとかレンズや撮像センサの性能について伝えていければなと思っております。ぜひ前回の動画も合わせてご覧いただければと思います。NX100 ですが発売が2025年10月頃、私が買ったのが2022年の5月頃です。NX100 が販売終了するというニュースが見かけましたので、新品で買うならもう今しかないということで買いました。さて一般的なスペックを感想と一緒にさらっと流したいと思います。細かなスペックはメーカー発表の資料をご覧ください。そして、大きさはこのぐらいの大きさのハンディサイズです。このぐらいの大きさです。CMOS センサーはエグズモア R センサーです。センサーサイズは1インチで1枚。レンズはソニーの G レンズで 35mm フィルム換算で 29mm から 348mm です。F 値はワイド単で 2.8、テレ単で 4.5 です。ぼちぼち寄れるので使い勝手が良いです。ズームにも関係するのですが、全画素超解ズームという機能があります。センサー上の読み込みを工夫して画質の劣化を抑えながら広角ズームからデジタルズームにスムーズに切り替える機能です。しかし望遠側に行くほどセンサー上の面積が狭くなり解像感が落ちてきます。だいたい半分ぐらいまで来ると解像感が落ちてくるのが分かってくる感じです。これに2倍のデジタルテレコンバーターを入れると月であればこのぐらいに寄って撮ることができます。デジタルズームも入れると最大192倍まで寄ることができます。さすがに画質が悪いので使うことは少ないかと思います。アクセサリー集は前に1個のみで MI 集になっています。できれば後ろ側にもコールド集でいいので欲しかったなぁと思います。記録メディアを入れるスロットは A と B の2つがあり、 A から B へ自動で切り替わるリレー記録や同時に書き込む方法があります。個人的には同時記録がとてもありがたいです。せっかく取ったものがカードそのものの故障で読み出せなくなるととても困ります。私は同時記録しか使いません。記録フォーマットは AVC-HD と XAVC-S があります。個人的にはフル HD の AVC-HD の60インターレスの FX である 24Mbps を使っています。記憶容量を抑えつつそこそこ高画質で長時間撮れます。アサインボタンは側面に3つ、レンズグリップに2つあります。音声マイクはキャノン入力が2系統あります。48V のファンタム電源もあります。音声は左右別のバーが伸びます。音量であるデシベルの表示も細かいです。グレードの低いものはバーが1本だったり、デシベル表示が簡略化されているものもあるので大変助かります。出力系は HDMI 端子と BNC コネクタでの NTSC 映像がついています。残念ながら SDI 出力はできませんが、これもエントリーモデルということで仕方ないかと思います。
レンズとセンサーの性能を見るため外にやってまいりました。まずズームの性能について見ていきます。普通に標準のズームで寄ります。解像感に注目してみてください。そして全画素超解ズームへと進みます。光学比24倍です。まあ悪くない解像感ですね。続いてデジタルエクステンダーを入れてみます。まず2倍から24倍へ。そして全画素超解ズームへと進みます。光学比48倍で 35mm 換算約 1400mm になるかと思います。解像感も頑張ってますね。あまり使う機能ではないですが、エクステンダーありで192倍相当までズームしてみます。鉄塔のボルトが見えますが、まるでスパイカメラみたいですね。続いてボケ感について見ていきます。アイリスは開放でズームしていきますので、後ろのボケた感じを見てください。続いてアイリス 5.6 で同じ操作を行います。雑味のないいいボケ感だと思います。夜の撮影では光源のボケ具合がどうなるのかも興味があると思います。まず広角のアイリス開放です。中望遠ぐらいで同じくアイリスは開放。ちょっと玉ねぎボケっぽいですね。それでは望遠ではどうでしょうか。玉ねぎボケなのがわかるかと思います。ボケの美しさを追求しない限りは十分実用的な美しさだと思います。アイリス 5.6 まで絞って望遠でボケ具合を見てみます。おそらくは絞りの羽の枚数は7枚じゃないかと思います。十分綺麗ですね。続いてフォーカスブリージングを見てみたいと思います。おそらくブリージングが目立たないようにサーボで制御しているんじゃないかと思います。望遠ではピントリングを回す量が多くて大変ですが、ブリージングも目立たず見事な仕上がりだと思います。続いてセンサーの性能評価をしたいと思います。マイナス3デシベルからプラス33デシベルへゲインアップしていきます。画面のざらつきを見てみましょう。21デシベルぐらいまでは全然ノイズ感もなくゲインアップしていきます。27デシベルぐらいになるとノイズ感が出てきますが、これだけ明るく撮れるのならノイズ感は十分許せる範囲だと思います。
最後に手ブレ補正の性能を見てみましょう。私自身があまり手持ち撮影は得意ではないので、そこを差し引いてご覧ください。まず手ブレ補正なし。続いて手ブレ補正スタンダードで歩いていきます。手ブレ補正アクティブで歩いていきます。画面が若干クロップされます。注意して静かに歩くようにすれば、手ブレ補正アクティブは十分見やすく撮れるのがわかるかと思います。さて次回ですが、次回も引き続きカメラのレビューを予定しています。ターゲットはこちらです。よいしょ。はい。おー、でかい。ソニーの XD カム EX である PMW-EX3 です。おー、でかいな。せっかくテレビ局ごっこをしているので、いかにもテレビ局らしいカメラのレビューとなります。EX さんがいいのが 3CMOS の3番センサーです。レンズのリングも回せば回るほど回るのではなく、ちゃんと終わりエンド端があるやつです。これは使いやすいですね。前から ENG スタイルのカメラは欲しかったのですが、ちょうど手頃な価格で中古で出てきたので買わせてもらいました。どう？いいね。カメラの良さがわかる小学校6年生ボンズン、かっこいいですね。ということで、それではまだの方はチャンネル登録を、この動画を見た方は高評価をピシッピシッよろしくお願いします。よろしくお願いします。